ちらのビニールテープを使ったメッシュバッグを編んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本体は8号で編むんですけど、作り目1号を上げて90号で編んでいきます。8号でも大丈夫ですけど、針が入れづらいのでね、90号でまず編んでいきます。はい、鎖編みを29目します。2、3、24、25、26、27、28、はい、19目です。で、編めましたら1号下げます。8号に変えました。はい、で、ここから1つ鎖で立ち上がります。そして裏目ですね、裏山を拾っていきます。ここですね、これを拾います。で、ここに細編みを編んでいきます。こう1個、3、このね、裏山を拾っていきます。これね、こっち側この半目拾ったり、ここを拾っていくと、後でちょっとね隙間ができてしまうので、裏目をね拾っていただけるといいかなと思います。で、端までね細編みをしていきます。はい、28、29、一番端です。はい。そしたらですね、一つ立ち上がってひっくり返します。で、またね、一列細編みを編んでいきます。まずはここですね。ここから細編みを編んでいきます。1、2、3っていう風にね、また端まで編んでいって、でこれを6段まで編んでいきます。はい、ここで28目目です。はい、で最後1目残ってます。これね、これ最後の1目ですね。でここにあるのが立ち上がりですね。ここ29目目のここ立ち上がりで、この往復で編む時に平たくする時にこの端っこがガタガタしますよね。ガタガタしがちなので、ちょっとそれをガタガタしないようにする方法ですね。ここに普通だったらね、ってここに普通だったらこの頭にねこうやって入れるんですよね、端っこ。でもね、そうじゃなくて、ここの立ち上がりのこれです、見えます？ここにこっちからちょっと待って、今入れてきます。こうですね。ここにこれ最後の目、その下のこの立ち上がりの目にここですね。ここにね入れると結構綺麗にねいきます。最初のこのね1段目入れるのすごい大変なんで、さっきみたいに細いね針で一度入れて
スペースを大きくしてから入れるといいと思います。で、今入らないんで、入らない時はこの細いねのを入れて、でこの細い針で一度こうやって入れて、で引き出す。無理やりね引き出した後にこれでこの8号針で最後編むといいと思います。こんな感じで。でこのね一番最後の目、ここですね、ここが迷子になりがちなので、ちょっとマーカー入れときます。はい。で、あとはね、もうずっと今みたいにしてこう往復で編んでいきます。立ち上がってひっくり返して、この足元の目に細編みで、次に細編みって感じで全部で6段編んでいきます。はい、これで6段編みました。ここから1,2,3,4,5,6ですね。6段編めたので、ここで底の半分編めました。底の半分ですね。半分編めたので、このままね側面に移ります。なるべく今回のは数を数えなくてもいいように、数を数えなくても編めるようにのにしてます。はい。で、これで底の半分が終わったので、今度は模様編み1段目です。すごい簡単なのでね、ちょっと最初の方やってみますね。まずは1、2、3目立ち上がります。で、ひっくり返します。で、針に糸をかけて、この今編んだところですね、ここに、長編みを1個編みます。だから一番ね端っこの目には、鎖編み3目と長編みが入っていることになります。そしたらね、鎖編みを3目、1、2、3目編みます。そしたら下を1、2、3個飛ばして4目目に1、2、3飛ばして4目目ですね。4目目に針を入れます。入れて、このまま入れて、ここに細編みを編みます。で、細編みを編みましたら5目鎖を編みます。1、2、3、4、5編んだら下ですね。今編んだこの細編みの入っている目に針を入れて、ここに細編みをもう1個編みます。はい、そうですね、こうなってます。で、次1、2、3目鎖を編みます。で、また下ですね、1、2、3目細編みを飛ばして4目目に針を入れて、ここに細編み鎖5つ、1、2、3、4、5で、また今編んだ細編みを編み入れた同じ目に針を入れて、もう一つ細編みを編みます。はい、一つの目に細編み鎖5目で、また同じ目に細編みが入っています。ではこれを続けて端まで編んでいきます。
端まで編んできました。残るところはここのね、ここですね、この1、2、3目飛ばして4目目に長編みを2つ編み入れます。またね、この引き抜きのところに針を入れて、でここに1つ長編みで、もう1個同じ目に長編みを編み入れます。はい、これでね、模様編みの1段目が終わりました。こんな感じでね、こうループがね、全部で1、2、3、4、5、6、6個あります。はい。そしたら、ここから模様編みの2段目入ります。1、2、3、3目立ち上がって返します。そしたら、この隣のこの長編みの頭ですね。この長編みの頭に針を入れます。ここね。頭に針を入れて、ここに1つ長編みを編みます。鎖編み、長編みと編み入れました。そして、1、2、3、3つ鎖を編みます。そしてね、このループありますね。ループ。このループに針を入れます。ここに、まずは、細編みを1個。で、鎖を5目。1、2、3、4、5目編みましたね。そしたら、この同じ、このループの中に針を入れて、即に細編みを編みます。はい。これで、このね、ループの上に、ループの、これ邪魔だな、このループの上に、ループができましたね。こうやって。で、もうこの編み、模様編みはすごい単純で、この鎖編みの3目の上は鎖編み3目。で、このループのところにはループをどんどん作っていくって感じで、すごく簡単な模様編みですので、ザクザクね、鎖編みだけでね、編んでいけるので、すごく簡単です。手もね、ビニール紐で編んでるけど、手も痛くなりにくいんじゃないかなと思います。これをね、続けて端まで編んでいきます。5目編んだら、このスペースに細編み。で、5目ですね。5目じゃない、3目。1、2、3目で移ります。はい。端までね、編んできました。あとここ、残すところここですね。1、2、3、鎖を3目編んだら、ここのね、2つの、鎖編みと長編み、前段の長編みと鎖編みに1つずつ長編みを編み入れます。あとここですね。ここが長編みの頭。ここに1個。で、もう一つはこの鎖編み3目目のところですね。ちょっとすごい見えにくいんですけど、ここね、1、2。で、ここが3目目ですね。ここにね、この向こう側半目を拾って、向こう側半目と裏山を拾って編みます。長編みです。はい。これで端まで編めました。で、これで2段目が編めました。で、あとはね、12段まで、この輪ありますよね。これが12個できるまで、段数を編んでいきます。12個ですね。12段編んでいきます。
おっとごめんなさい。さっき私12段まで編んでってくださいって言ったんですけど、11段の間違いでした。申し訳ありません。はい。で、ここで11段目編み終わりました。これがね、このサークルが1、2、3って数えて、ここで11個あります。はい。そしたら、ここから、12段目を編みます。3つ、2人で立ち上がって、ひっくり返します。はい。そしたらね、また、ここは同じですね。長編み、鎖3目、ここね、細編み、鎖5目、細編み、鎖3目、細編み、鎖5目、細編みで、ここね、この2つ、この2つが余計でこうなくしたいんですよ。ここは必要なんですけど、これいらないんですね。なのでこれをなくします。3つ鎖を編んで、ここね、ここに細編みと、今まで鎖5目編んでましたけど、これを鎖2目にします。そして細編み。はい。で、鎖3目で隣に移動します。ここね。細編み、鎖2目。で、細編み。細編みですね。はい、こんな感じです。ここがね、なくなりました。ちょこっとね、名残はありますけど、一応なくなりました。はい。そして、ここはね、同じように編んでいきます。はい、これでね、12段目が終わりました。で、12段目はここがね、なくなった。で、この両端は、この同じように編みました。はい。はい、そしたらですね、ここで一度糸を切ります。切って抜いておきますね。はい。そしたらね、今度はこっち逆側、ここからね、また同じようにこの模様は細編み編んで、そこの半分、あと半分編んで、でこの模様編みを編みます。で、ここにね、マーカーつけてたと思うので、ここから始めます。ここにこのように目をすくって新しく糸をつけます。はい、つけまして、こっち側にね引き出して立ち上がりをつけて、まず1段目編みます。はい、そしてね、ずっとこの作り目の拾ったね反対側ですね、この部分をすべて拾っていって、でこの細編みを6段編んで、この模様編みを同じように編みます。細編み6段、模様編み11段で、最後の段はこの真ん中のこのループを2目このように小さくして編んでいきます。はい。ではね、反対側同じものを編んでいきます。ちょっとね拾いにくいので、なのでね、最初作り目するときに1個ね大きめのかぎ針を使いました。こうやってね
今糸端をね巻き込みながら編んでいます。はい、ここでね29目ですね。29目拾います。はい。で、一段立ち上がってひっくり返して、またねこの目にこうやって細編みを編んでいきます。6段ですね、編みます。編めました。12段でこんな形になってると思います。こうね、真ん中がこうやって細編みの段で6段6段で全部でここ12段ですね。全部で12段あります。こっちも12段で、この模様編みも12段。今12段目編んで、編みかけです。編みかけというかここに糸がついています。では切ります。はい。そしてね、このようにしておきます。はい。で次ですけど、ここからね広い目してここを長編みで、ここが底ですね、底待ちでこういう風に仕立てていくので、ここをこう横待ちを作っていきます。側面ですね。本来はね同じ色で編むんですけど、色がね分かりにくいので、ちょっと便宜的にちょっと白いのでねテープの色を変えて編んでいきます。同じね、皆さんは同じ色で大丈夫です。色変えてもいいと思いますけど。はい。それでは、ここね、全部で12段あるんですけど、この横ですね、この細編みが、ここ最後の細編みですね。最後の細編みの一番端っこ、拾いやすいところ、すくいやすいところに、針を入れやすいところに皆さん入れてください。私はここにまず入れます。これね、裏表ね、関係ないので、あまり関係ないので、どっちを表にしてもいいです。で、針を入れたら、糸をつけたら、2つ立ち上がりをつけます。1、2。で、3回目、ここ立ち上がり3目にしたいんですけど、3目目の時にこの隣のこれは長編みですかね。長編みですね。この隣のここの長編みにこう針を入れます。こうやってこっち側のこの模様編みのこの一番端の長編みの頭に針を入れます。はい、入れましたらここでこうやって引き抜きます。でこれで3目立ち上がって3目目でこの横とつながることができました。はい、そしたらもう一度針に糸をかけて、次はねこの次の段の細編みの、ここ拾ってもいいですし、私はこのね足の片方だけをこう拾ってここに針を入れて、でここに長編みを編みます。はい。でこのままこっちですね、この下の段の細編みのここは立ち上がりの目ですね。立ち上がりの目に入れます。長編みで次は細編みの片方の足だけを拾って長編みです。次はこの一段下の立ち上がりですねに針を入れます。長編みですぐ下の細編みの足1本に長編みで、
ここがちょうど真ん中ですね。ここが鎖目ですね。で、ここは飛ばして次ですね。この上の、ここは、立ち上がりかな？これ細編みの裏側から見てるとですね、またこれも半分、足を片方だけ拾って、長編み。次は立ち上がりですね。立ち上がりを拾います。はい。で、細編みの、これ裏目から見てます。裏側から見てますね。足を1本。立ち上がりの目に1つ。細編みの反対側の足、反対側の細編みの裏から足を1本。はい。で、ここが最後ですね。これ。全部で、この立ち上がりのね、これも入れますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で11ですね。11ありますね。で、これで最後12目。これ12段あるので、12目拾いました。で、最後は、ここですね、この、広い目じゃなくて、立ち上がりの鎖目のところに針を入れて、で、長編みの、こうね、まずは2つ引き抜きます。2つ引き抜きます。糸を2つ、2本引き抜いたら、で、ここでね、こうやって引き抜きたいんですけど、長編みを、この引き抜く目をここと絡ませます。この一番端っこのここですね、長編みの頭ですね、頭。ここに針を入れます。ここの長編みの頭です。端のここに針を入れて、で、針に糸をかけてこちら側引き出しますね。引き出してそのままこの2本のループ、糸も引き抜きます。こうです。引き抜きました。はい。そしたら、2個立ち上がりをつけて、今度はもう一つ上の、この上のね、これ鎖編みですね。鎖編み、ちょうどここに長編みが入ってますね。鎖編み3目目に長編みがこう入ってると思います。ここですね。ここに針を入れます。針を入れて、引き抜いて立ち上がり3目にします。はい、そしたらひっくり返して、ひっくり返したら、またね、ここ12目編みたいんですよ。この、今、立ち上がりをつけた鎖目もね、入れてですね、この鎖目も入れて12目編みたいんですよね。なので、今、立ち上がりをつけた目は飛ばして編みます。どういうことかというと、ここ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、ちょっと隠れて見えないですけど、ここに12目目がありますね。ここね。これ立ち上がりです。なので、ここに入れちゃうと13目になるんですね。なので、ここじゃなくてこっち。ここから、ここを飛ばしてこっちね。ここは今、編み入れた場所なので、次の目から針を入れて、で、長編みを編んでいきます。こうね。で、この立ち上がりの鎖目も入れて、全部で12目にしていきます。はい。で、今ここまでで、ちょっとあとここ残してるんですけど、ここまでで何目あるかというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10目ありますね。あと2目足りないので、
まずはここの長編みの頭に入れますね。入れます。これで11目。長編み11目です。で、あと1個。12目にするためにはあと1個ですね。あと1個はここです。これですね。この、ちょっと分かりにくいと思うんだけど、ここにね、まあこれごと拾っちゃっていいです。これね、ちょっと邪魔なんだけど、ここに、見える？ここに入れます。こうね、入れて、見えるかな？こんな感じで、ここに最後の長編みを編み入れます。長編みを編み入れる。この寸前で止めます。で、止めたら、次のこの鎖編みのところですね。鎖編みの目の3目目、ちょうど長編みが入っている目ですね。ここに針を入れて最後の引き抜きをします。この長編みのね。はい、これで長編みが12目完成しました。鎖編みも入れてですね。はい、それでまた次の段です。立ち上がりをつけなきゃいけないので、2個立ち上がりをつけたら、この長編みですね。長編みの1個上の長編みの頭に針を入れて、で、引き抜いて、ひっくり返して、はい、またここをね、今入れた立ち上がりの目も入れて、全部で12目編んでいきます。あと1回やりますね。ちょっと分かりにくいのでね、これね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12いたので、もうここは編み入れたので、ここは入れないで、次の目からですね。次の目から長編みを編みます。はい。で、今10目まで編んできて、あと2目ですね。11目目の長編み。と、12目目の長編みです。はい。そしたら1段上の長編みの頭に引き抜いて、で、長編みを完成させて、2つ鎖を編んだら、1つ上の、今度は鎖編みですね。鎖編みの目に引き抜いて、で、ひっくり返して、また12目。今、もう1目編み入れたので11目ですね。残り11目編んでいきます。はい、これを繰り返して、このね、一番最後のここに達するまで編んでいきます。はい、今ですね、11段目です。で、12目、ここ12目目ですね、編んできたので、この模様編みの一番端につなげます。はい。で、最後ですね、2個立ち上がって、最後の12段目ですね。12段目。鎖、これ裏から見てますね。1、2、3、3目目。3目目に針を入れます。はい。入れましたら引き抜いて、はい。で、ひっくり返して、で、端まで編んでいきます。はい。ここまで12目目ですね。編めました。で、半端のまま、この隣の鎖目、3目目ですね、に針を入れます。で、引き抜きます。はい。これで、側面、片方編めました。
このような感じになっております。はい。で、こっち側もね、同じようにこっちと同じに編んでいきます。ここね、12段編んでいきます。はい、側面編みつなげました。こんな感じです。両方ね、こうなってます。はい。で、次はね、持ち手を、この最後の目をね、拾いながら、持ち手をね、編んでいくので、持ち手を編む前に、糸始末の方をしていきます。とじ針に通したら、ここでもいいですね。ここら辺に入れますかね。ここ。立ち上がりの鎖目。長編みがと立ち上がりの鎖目が入ってるんですけど、その立ち上がりの鎖目に針を入れて、で、出てきたところですね。出てきたところに通します。はい。そしたら向こう側に渡して裏でね糸始末します。これねどっち裏にしても大丈夫です。好きな方をね編み目のいい方を表にしてください。そしてあとはね糸始末していきます。この辺にこんな感じであんまりこうねこのビニールを破らないようにした方がなんか破ると後でここら辺がなんかビロビロ出てくるのであまり破らないように。感じで。ダメージを戻ります。はい。で、こう余ったところはね、切ります。で、全部ね、この出てるところをまずね、この上の方、糸始末を全部終えてしまいます。はい。糸始末を終えましたので、ここから持ち手を編みます。このね、横、側面とこの辺編みながら、入り口を編みながら、持ち手つけていきます。ではね、まずこうやって、こうね、このように置いて、この左のこの輪ですね、輪から始めます。新しく糸をつけます。で、引き抜いて、一つ鎖を編んで、で、ここのね、ここに細編みが入ってると思うんですけど、ここの細編みの頭に針を入れます。はい、入れたら、ここに細編み1個。で、この鎖3目のところに細編みを2つ編みます。1、2。はい。そしてこの次から長編みが始まりますけど、長編みの頭にも1個ずつ細編みを編み入れていきます。今これね、糸端を編みくるみながら編んでいます。こういう鎖目のところですね。鎖目のところにも入れていきます。で、この辺にもちょっと分かりにくい目があったりするんですけど、とりあえず入れます。こんな感じで。
で、次から長編みですね。はい、長編みこの端まで編んでいきます。細編みを編んでいきます。はい。で、ここ鎖目のところと長編みのところとで編みました。はい。そしたらこの鎖目の3目のところに細編み2目編み入れます。1個、2個。はい。そしたらここにね、細編みが1つ入ってると思うんですけど、ここに1個。はい、編みましたら、次、この模様編みのループの部分ですね。このループの部分。この右側のループの部分に細編みを1個。で、編み入れたら鎖目を5つ編みます。1、2、3、4、5。はい、編みましたら、この先ほど細編みを編み入れたこの足元の輪の中に針を入れて即に細編みを編みます。はい。そして1、2、3、3つ鎖を編んだら、この隣の輪の中に細編みを1個。またね、5目細編みじゃなくて鎖編みを編みます。1、2、3、4、5。5目編んだら足元の輪の中に即に細編みを1個。はい。で、1つ鎖を編んで、ひっくり返します。はい。ひっくり返したら次2段目です。持ち手2段目。はい。足元の細編みに針を入れて、細編みを1個編みます。はい。そのまま隣の輪の中に細編みを1個編みます。はい。そしたら5目鎖編み。はい。鎖を5目編んだら足元の輪の中に細編みを1個。はい。3目鎖を編みます。はい。3目鎖を編みましたら、隣のね、お隣さんの輪の中にね、針を入れます。ここです。ここに針を入れて細編みを1個。はい。また5目鎖目を編みます。1、2、3、4、5。はい。鎖目を編んだら、今、細編みを編み入れた輪の中に、ちょっと見えにくいですね、これ。邪魔な音だ。この下の細編みじゃなくて、この下のこの下の輪の中に針を入れて、細編みを1個。で、1つ鎖を編んで、ひっくり返します。はい。これでね、今、持ち手2段目が終わりました。次が3段目です。足元の細編みに針を入れて、細編み。隣の鎖編みでできたスペースに細編み。で、そのまま5つ鎖編み。3、4、5。で、すぐ下のこのスペースに細編み。はい。先ほどまでね、次のね、こっちの輪の中に移動するときに3つ鎖目を編んでいましたけど、ここでは鎖目を2つ編みます。1、2、はい。2つ編んで、この隣の輪の中に細編みを編み入れます。で、また5目鎖編みです。2、3、4、5。で、また輪の中に細編みです。そして1つ立ち上がってひっくり返します。はい、次4段目です。4段目、また同じように足元の細編みに細編み、隣のスペースに細編みで、鎖5目、また下のスペースに細編み。はい、先ほど2目鎖編みで隣のこちらのねスペースに移動しました。今回は1つ鎖編みを1つ編んで隣に移動します。はい、5目鎖編みです。
5目編んだら足元のスペースに細編み1個、はい、1つ鎖を編んでひっくり返します。はい、また同じように足元に細編み、はい、隣のスペースに細編み、鎖5目、はい、戻して細編み。先ほどは1つ鎖を編んで隣に移動しましたけど、ここでは編みません。そのままダイレクトに、このままですね。このままダイレクトに隣のスペースに針を入れて、ここに細編みを編みます。はい、編みましたら5目鎖編み。はい、また同じ目に細編み。1つ立ち上がってひっくり返します。はい、今、立ち上がりをつけて、ですぐ下の細編みに細編み、ここまでは一緒です。そしたらね、1つ鎖を編んでください。1つ鎖を編んで隣に移動します。ここですね。で、細編み。で、5つ鎖を編みます。で、編んだら輪をこことここの輪を1個にします。なのでこのままこの隣のこの輪の中に針を入れて、ここに細編みです。はい。で、1つ鎖を編んでひっくり返します。で、足元にの細編みに細編み。で、ここからですね、ずっとこの一つの輪をね、長くつなげていきます。輪の中に細編み、鎖5目。で、下に戻って細編み。はい、一つ立ち上がってひっくり返します。で、足元に細編み。この隣の1個の輪の中に細編みで5目。5目鎖を編んだら、また足元の輪の中に細編み。はい。これを続けて、このね、1個の輪が、これ 1と数えて、これ1ですよ。1と数えて、1、2、今3個目作りました。これが9個。ここからね、1、2、3、4、5、6、7、8、9。9個。1つの輪が9個縦に並ぶまで、ちょっと編んでいってください。はい。はい。これでね、ここからね、これ2つね。で、ここから1つになりました。ここから1、2、3、4、4、5、6、7、8。で、最後9個。輪ができました。はい。そしたらね、ここで一回切ります。もうこれ、切っちゃいます。切って、抜いときます。で、次ですけど、次は、この持ち手のこの反対側、こういう風につなげるんですけど、この反対側、ここを編みます。は、この輪の右側ですね。右側。今編んだところで、ここですね。ここから始めます。で、この輪に一つ立ち上がって、細編み。5目。1、2、3、4、5目。鎖を編んで、下。このサークルに細編み。で、1、2、3、鎖編み。で、隣。細編みの5目。鎖を編んだら、はい、下に細編みです。鎖を1目編んで、こうひっくり返します。はい。っていう風に、全くこっちと同じように、この先を編んでいきます。またね、この
一つのこの輪が9個重なったところまで編んでいきます。こっちの編み方と同様です。はい、ここでこの輪が9個できました。ここからもう片方とこうつないでいきます。このようにね、こうやってつなぎます。今細編みを編んだところです。で、一つ立ち上がりをつけてひっくり返してこの目に細編みを1個編みます。はい、編んだら2つ鎖を編んでください。そしたら編みましたらこの持ち手をねこうまっすぐさせます。こうね。そしてこっちのね反対側の持ち手もまっすぐします。ねじれないように気をつけて、でこれを突き合わせます。こことここをつないでいくわけですね。糸に針を戻して今2つ編んだところですね。鎖を2つ編みました。こうやって針を入れて、ちょっとどうやって引き出しもする、こんな感じでこうやって引き出します。で引き出したらこのままこうやってこの針にかかった2本の糸を引き抜きます。はい、そしたらこのすぐ隣にまたもう一度細編みを編みます。はい、で編んだら2つ鎖編みを編みます。で編みましたらまたこちら側のねこっち側の持ち手に戻ってここに細編みです。はい、はい、これでつながりました。でここで一度留め鎖をして終わりにします。ちょっと変だけどちょっとあれですけど、こんな感じですね。こんな感じにつながりました。でもう一回確認して大丈夫ですね。ちゃんとメビウスになってないですね。はい。そしたら今度はこの裏側ですね。こっち側を編んでいくんですけど、まずはここから細編みしていきます。ここから編むんですけど、これとつなげた方がいいような気がするので、これの足にこう入れて、で引き抜いて立ち返りを1個つけて、そしたらここの細編みですね、この下に入ってるここの細編みに針を入れて、でここで細編みを編みます。はい、そしてこの鎖編み3目のところに細編みを2つで、あとはこちらとこの反対側と同様に編んでいきます。はい、こちら側終わりました。11、12、13、14段持ち手編みました。で今度またね反対側編みます。ここからね始めます。ちょっとここだけちょっとやってみますね。あとは全部一緒なんですけど、初めのところだけねちょっとやります。一つ立ち上がりをつけて細編みで5目鎖ですね。ここは一緒です。で3目鎖で隣ですね。隣、はい、で5目鎖、そしたらね5目鎖編んだらここに編み入れるんですけど、ちょっとつながりを持たせたいので、こことねちょうどこの立ち上がりつけたとこありますね。ここに細編み入ってて、こっち立ち上がり、立ち上がりのところにこう細編みを編んでください。こうね、こんな感じ。そうするとここがつながるので
一つ鎖を編んで裏返して編んでいってください。こちらも14段ですね。はい。では、こっちも編んで、こっちも14段編んで、反対側のこの持ち手と、先ほどね、つなげたと同じように、ここつなげてください。はい。で、こっちもつなげました。ね、持ち手ができました。あとはこれを、糸始末して終えてください。簡単じゃなかったですか、今回。なんか、久々になんか、簡単なね、ちょっとレシピでね、できたんじゃないかなって思うんですけど、いつもちょっとめんどくさい、ややこしいのばっかりやってたんで、もうちょっとね、簡単なのっていうか、別にこれね、皆さんになんかこう、編み方を説明するつもりなかったんですよ、全然。適当に作ってたんですよ、こう。下を、私数数えるのが嫌で、もう数数えない用バッグですね、これ。数は数えたくないで。なんかここでとかじゃなくて、なんかあんまりものを考えないで、もうただひたすらその通りに、最初だけね、ちょっと数えなきゃいけないけど、あとはあんまりこう考えなくても編めるような感じで、なのでもう適当に作ってたんですよ。ここもこの半分からこっちに編めばね、同じように編めばいいだけなので、四角でね、こう、真ん中からぐるぐる編むのだったら、こう、結構大変じゃないですか。なので、でも、だからといって、これ四角く編んで、こっからこう、拾っていくのも超めんどくさいんで、こっから半分からね、こっちから半分、こっちから半分で、あとここは編みつなげるみたいな感じで、めちゃくちゃ簡単に。自分用だったんでね。本当はね、ここさ、こうやって編みつなげないで、こう裏からちゃんとこう、裏から巻きかがりとかね、後からつなげた方が、絶対、なんていうの、強度が上がるんですけど、こういう風なね、やり方で、あんまり、めんどくさくなく、なるべくね、ここかがるの嫌いなんですよね、私ね。だからこう、編みながらつなげていくっていうね、やりました。そしたらね、結構ね、こう、出来上がったものを、ちょっと持ってみたんですよ。ゴールドの糸で編んだんですけど、そしたらね、思いのほか、これ可愛くないと思って、意外と、なんか、こう、持った時に、これなんかビニールなんだんじゃないみたいだったんですよ。なんとなくこう、ちょっとナチュラルなね、素材の感じがしたんですよね。だから、これいいなと思って、ちょっと皆様にもシェアしようと思って、急遽ね、本当は全然、畑で、いつも使ってたね、前に編んだ、ビニールバッグが壊れたというかもう、もうちょっと大きいのが欲しかったんですよ。なので、それで編んだんですけどね。持ちづらかったんで、肩にかけられるものが欲しかったんで、編んだんですけど、そしたらね、思いのほか、結構いいのができたんじゃないかなと。持ち手とかも、細編み編んでいくのなるべく細編みを使わないで、なるべく細編みを使う。ここだけちょっと使いましたけど、やっぱり強度を持たすために。なるべく細編みをしないで手が痛くないように、ザクザク編めるように、早く編めるようにって自分でね、もう楽な方に流れていったね、簡単なバッグですね。でそうやってなんかこう、何も考えないで、特に、そういう風に編んだ時も結構ね、なかなか面白いものができるんだなって思いましたね。あんまり、こう、皆さんに最初から、こう、次の作品とかじゃなくて、適当に考えて編んだものも意外とよく、いいものができるんだなって思って、ちょっとね、肩の力を抜いて編むと、意外とそれなりの作品ができるんだなと思いましたね。これビニールバッグですから、あれですよね。もちろん水辺に持ってきます。
プールバッグとか、まあ、海水浴のバッグとかね。海水浴、明日海水浴急に決まったんだけど、プールバッグないみたいな。プールバッグより水着の方を気にしなきゃいけないんだろうけど。とりあえず、プールバッグないとか思ったら、まあ、ホームセンターに走ってて。で、ホームセンターにいたらプールバッグ売ってますよね。まあ、自分でね、編むことができる。ね、できますんで。これ別に、ビニール紐で今編んでますけど、あれですよ。それこそスワイ糸で編んでもいいんじゃないかな、結構。コットン糸で、太めのコットン糸とかで編んでもいいと思うし、あとね、私これ、12段でね、ここ、模様編み12段にしましたけど、14段のも編んでみたんですよね。ちょっと14段だとね、なんか雰囲気変わるんですよね。まあそれもね、使ってるんですけど、深くなったんで、まあ使い勝手はとってもいいんですけど、なんかね、あんまりこのなんていうのかな、バランスかな。なんだろう、持ち手とこの本体のバランスで、なんとなくこう、涼しい感じしません？このなんか。だから、バランスがちょっと狂うと、そんなに涼しげじゃなくなりましたね。この黄緑のバッグなんですけど、なんか違くないですか？なんか印象が変わるなと思って。まあ、使ってますけどね。畑の収穫作業に使ってます。かなり、使います。ただね、これ、一つ、ちょっと気がかりなのが、やっぱりビニールなので肩にこうかけた時に滑り落ちてくるんですよ。なので、ちょうど肩にかけた時にね、当たる部分に何かこう、布を巻いたりした方がいいかなって思います。なんか、確か買った覚えあるんだけどな、なんか、ダイソーさんで買ったような気がする。持ち手になんか、フェイクレザーの、確か、持ち手につける何か買ったはずなんですよね。後でちょっと探してみます。はい。で、こっちね、反対側も糸始末して、簡単に終わります。ありました。これですね。これね、セリアさんかダイソーさんで購入しました。これですね。どっちだったかな。まあでもね、これつけてみたんですけど、全然ね、滑り落ちました。肩から。こうやってみたんですけど、まあね、大体において、かっこ悪いしね、合わないですね、これ。ちょっとこれはね、ボツですね。滑り落ちました。なんか考えなきゃいけないですね。でもまあ、重いものを入れれば、まあ、そんな、ずり落ちてくるってことはないので、いいんですけど、ということでした。ちょっと、ボツですね。はい。そして、サイズの方は、こちらです。で、これはね、動画の最初でもね、説明しました。DCM のビニールテープなんですけど、これがね、一番最初に、試作というか、まあ何も考えないで編んだやつですね。まああんまり形変わってないんですけど、今回はね、ほんと一発でね、形ができたので良かったなと思います。まだこういうところ、ここを小さくするっていうことをしてないんですけど、模様編みの部分が11段。で、ちょっと長めですね、この持ち手が。これが一番最初ので、この糸ですけど、ちょっと多分これだと思うんですよね。なんか非常に編みにくいです。これ、硬いんですよ。すごく硬くて編みにくいですけど。はい。なので、ちょっとね、編みにくかったからなのかわからないけど、大きくなりましたね。これが、まあ、先ほどのメーカーさんのテープで編んで、ちょっと大きめになった、まあ、これでね、形を決めたんですけど、若干大きくなりました。まあ、ちょっと編みにくくて硬かったので、目が大きくなったっていう感じですかね。ちょっと大きくなりました。これもね、先ほどのテープじゃないのか。これはね、このスカイテープってやつの黄緑のでしたね。まあ、これも、先ほどの、レコードテープよりは編みやすいんですけど、こっちもね、硬かったですね。これは、模様編みの部分、ここ。2段ね、多く編んでます。なので、こっちの横待ちも2段
長編みを多く編んでます。あとは一緒ですね、これ。で、やっぱり2段違うんですけど、すごく大きくなりますね。たった2段なんですけどね。ちょっとはもう、あんまりこの形的につまんない形になっちゃったんですけど、これはすごくね、いっぱい、物が入るので、大容量なので、使ってます。めちゃくちゃ、これ一番使ってますね。一番使いますね。今ね、私は収穫バッグに使ってるんですけど、プチトマトは落ちてこないですね、これ。プチトマト落ちてこないです。ブルーベリーを収穫して、カゴごとね、この中に入れてたんですけど、中でこぼれて、ひどい目に遭いましたけどね、ここからボロボロこぼれてきて。ブルーベリーはね、落ちちゃいますけど、プチトマトはね、落ちないです。はい。こっちのね、大きさはこんな感じです。今回のはね、すごく簡単にめちゃくちゃ早く編めるし、あんまり段数とか目数とか数えなくていいので、すごくね、簡単だと思います。はい。なんだけど、やっぱりビニールテープですので、ちょっとね、手が痛くなるんですよね。私ね、ここ痛くなるんですよね、ここ、皆さんどうですか？硬いものとか編んでると、ここが痛くなるんですよ。手持ちにするともう、てきめんに痛くなるんですけど、ナイフ持ちでも痛くなるんですよ。だからどうしたもんかなと思ってたら、YouTube 見てたらね、ショートで流れてきたんですけど、ある整体師さんの、動画がね、でそれでちょっとあるストレッチを試してみたらめちゃくちゃ良かったので、どういうストレッチかと言いますと、こうね、こう握って、でこの親指を人差し指の上に乗せます。乗せて、ここは握りますね。乗せる。で、この時点で多分固まっている人はこれで痛いかもしれない。これで。で、こう握って、こう乗せますね。乗せたら、この脇をこうギュッて締めるんですよ。ギュッてね。締めて、ギュッて、痛いってなると思うんですけど、あまりね、腱を痛めないように、やりすぎないように、ちょうどいい感じのように、脇を締めて、猫の招き猫みたいなね、感じで、手首を曲げます、下に。それで30秒ぐらいこのままね、ストレッチします。1、2でね、ストレッチして、開くと、結構ね、治りましたね。私は、すごくね、てきめんに効果があって、それからね、これをやるとちょっと痛くなってきたなと思って、こうやると痛みが収まりました。私はね、収まりました。はい。もしよかったらね、ちょっとやってみてください。もしかしたらこれでね、痛みがね、軽減されれば。これをだいたい30秒を1セットとして3セットですね。ギューッとやって、戻して、またギューっていうのをやれば、結構良くなりましたね。はい。で、もう一つね、肩こりの方ですね。肩がだるいとか重いなと思ったら、ここにこれが壁だとして、ここにこういう風に手のひらをこっち側にこう曲げて押し付けます。もうこの時点でね、ここがもう固まってる人はもう痛いんですよ。これでここがまっすぐならないんですよね。壁にこうグーってならないんですよ。硬くなってるんですよね。でグーってやって、でやったらこのまんまこうしたまんま、この体をこっち側に向きます。それでグーッとね、ちょっとここだとちょっと説明しにくいんですけど、そんな感じですね。で、最初はね、すごく硬いんですけど、何回かやってるうちにここが柔らかくなって、ここが多分緩むと肩もなんかいい感じになるんだと思うんですよね。これで結構ね、本当に楽になりました。あんまり無理してね、伸ばしたりとかしないで、ちょうどいい加減のところで、ちょっとやってみてください。すごくね、私はね、画期的だな。これは本当に治りました。痛みが本当になくなったので、もしよかったらね、ちょっと試してみてください。はい。ということでした。はい。簡単でね、ささっと編めますので、もしよかったら編んでみてください。ではね、最後まで、ご視聴してくださいましてどうもありがとうございました。ビニール紐で編んだ、ビニールテープで編んだ、ビニールテープでメッシュバッグを編みました。はい、完成です。